はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕の動画を見に来てくださり、ありがとうございます。本日は日本で起きた地震について、皆さんにお話しします。今がですね、12月9日の夜7時なんですけど、ちょうど20時間前の、12月8日の夜11時15分に、青森県の東方沖で、地震がありました。正確に言うと、青森県の東方沖を震源とする地震がありました。はい。で、この地震なんですけれども、青森県の八戸という場所で最大震度6強という、震度を計測しました。震度6強っていうのはね、結構大きい地震だよね。東日本大震災というね、とても大きな災害が、地震によって2011年に起きたんだけど、この時はね、最大震度が7でしたね。はい。なので、相当大きい地震が起きたということになります。はい。で、青森県の沖を震源とする地震が起きたっていうことをね、伝えたんだけど、青森県ってどこにあるかっていうと、日本の、一番北、ちょっと待ってね。日本の本州の一番北にある県が青森県だね。日本全体で見ると、一番上に北海道があるんだけど、その下に青森県があります。だから、日本の中でもかなり北の方で起きた地震ということになるね。で、今ね、こうやって大きな地震、巨大地震についてお話しすると、ジローさん大丈夫だったんですかみたいに心配してくれる人もいるかもしれないんだけど、僕は今、東京にいます。で、東京はね、震度3しかなかったんだよ。だから、揺れたことは、体で感じることができるぐらいの震度なんだけど、僕はね、地震が発生した時は寝てました。はい。だからね、全く地震があったっていうことには気づかなかったんだよね。だから、震度3ってね、寝てたら気づかないくらいの揺れです。はい。で、震度6強くらい大きな地震になってしまうと、寝てたとしてもね、起きるくらいの、そんな大きい地震になります。はい。で、地震の規模を示すマグニチュードっていう単位があるんだけど、マグニチュードは 7.5 でした。で、2011年にあった、すごい大きい災害の東日本大震災を引き起こした地震はマグニチュード9だったから、それと比べると規模は小さいんだけど、そのマグニチュードの数字の大きさと、震度、揺れはね、直接関係するわけではなくてね、例えば、震源地から近かったら、マグニチュードが低くてもね、すごいたくさん大きな揺れを伴うことがあります。はい。で、夜の11時15分だったっていうことだから、多分当時ね、僕みたいに、寝ていた人もいるんじゃないかなって思うんだけど、最新の情報だと50人の怪我だそうです。で、死亡してしまった人数に関しては、まだ報道されてないっていう感じだね。で、八戸、そうだね、震源からすごい近くて、震度、6強を観測した青森県の八戸っていう場所の、最新の映像を見たんだけど、建物から、壁が落ちてしまったりだとか、あとは室内で物が散乱してたりっていう、そういう状況が、映像で確認することができたんだよね。だから多分、怪我してしまった人っていうのは、
上から落ちてきたものに、頭を打たれるとか、そうやって、怪我をしてしまったんじゃないかなって思ってます。はい。で、ですね、地震の影響でですね、青森県とか岩手県で、停電した地域もあったんだけど、その翌日、だから今日だね、12月9日の午前中にはほぼ復旧したらしいです。はい。で、今回の地震で、今までの日本の地震では、全くなかったこと、なかった状況が起きてるんだけど、それが何かっていうと、新しい注意報っていうのがね、発令されたんだよね。で、それが何かっていうと、後発地震注意報。後発っていうのは、最初に起きた地震の次の地震って意味だね。だから、一回大きな地震が起きてから、しばらくはまた大きな地震が起きるかもしれないから注意しなきゃいけないっていうことなんだよね。で、今言われてるのはね、1週間は注意してくださいっていうふうに言われてるね。で、この後発地震注意情報っていう注意報なんだけど、こういう注意報を作りましょうねって決められたのが、2022年だから、その注意報が作られてから発令されるのが、今回初めてらしい。だから僕も日本人としてね、この注意報が発令されるのは初めて聞くね。で、一回大きな地震が起きるとね、また大きい地震が起きる可能性っていうのが高まるらしい。その前に、もともとね、今回を震源とする地震っていうのは、昔から何回も起きていたらしくてね。で、もともとまたこういう地震が起きるんじゃないかっていうふうに言われてたらしい。うん。で、前回同じような場所で起こった地震っていうのが、400年前くらいだったんだよね。だから、そっから400年の間が空いてたから、確率が高いんじゃないかっていうふうに言われてたらしいんだよ。で、今回、さっき話したみたいに、後発地震注意報、後発地震注意情報っていう、注意報が出されたんだけど、この注意報が、出されたんだけど、100回に1回の確率でまた大きな地震が起きるらしいです。で、普段はね、0.1% らしいんだけど、それが 1% に上がったということで、大きな地震が、起きる可能性っていうのが普段よりも10倍確率が高まったらしいです。で、東日本大震災の時ってね、一番大きい本震って言われるものがマグニチュード9で起こってたんだけど、その2日前にマグニチュード7のとても大きい地震が起きてたんだよね。だから東日本大震災は大きな地震が起きた後にまたさらに大きな地震が起きてしまったわけだから、今回も1% の確率なんだけど、さらに大きい地震が起きてしまう可能性っていうのはあるんだよね。で、この注意情報が出されたから、今後1週間はすぐにでも逃げられる状態を維持しなきゃいけないらしいんだよね。で、また、津波が起きる可能性もある。で、今回の、すごい大きな地震なんだけど、岩手県、この岩手県という県はね、青森県の下にある、青森県の南にある県が岩手県なんだけど、ここで津波が70センチあったらしい。うん。で、70センチって聞くと、そんなに高くないんじゃないかな、みたいな感じで思ってしまうかもしれないんだけど、70センチって想像してみるとさ、例えば、170センチの身長だったとしたら、お尻あたりぐらいまで来るよね、波が。
で、そこまで波が来てしまうとね、もし人が歩いてたとしても、波が来たら歩けなくなってしまう状態になるからね。だから、岩手県で津波70センチって聞いたときは、うわ、結構高い波が来たんだなっていうふうに思いました。で、12月9日の夜の現在なんだけど、もう全部の津波警報が解除されたんだよね。で、やっぱり、八戸ではね、家が壊れてしまったり、家が崩れてしまったりだとか、いろいろな問題があって、避難している人っていうのもいるらしくて、こういう時にね、日本ではね、すごい頼りになるのが、自衛隊の方々なんだよね。どうなんだろうな。他の国で、例えば、災害とかが起きた時って、軍が出動したりするのかな。ごめん、ちょっと、他の国の事情についてあまり僕は詳しくないんだけど、日本の場合はね、軍はないんだけど、武器とか、戦車とか、戦闘機とかを持ってる、自衛隊っていう部隊がいます。で、その自衛隊がこういう災害時でもね、いろいろ活躍するんだけど、八戸にね、自衛隊の基地もあるんだけど、その八戸基地が今避難場所になってるらしいです。はい。で、この地震の影響でね、いろいろ、交通機関とかにもね、悪影響が出たらしくて、新幹線も、一部、今日の午後3時まで止まってしまったらしい。うん。あとは、地震の影響による、住宅火災っていうのも起こってしまったらしくて、やっぱり、大きな地震が来るとね、日本にいると、やっぱり地震が来ると津波が怖いよね、とか思うんだけど、津波による、そういう被害がなくても、地震の揺れでね、火事が起きたりだとか、何か重いものが上から降ってきたりだとか、そういうね、怖いことが起きます。はい。ということで。で、僕は、さっきも言った通り、寝てたから気づかなかったんだよね。もしかしたら、東京に住んでても、揺れて、その揺れに気づいた人はいるかもしんないんだけど、僕の場合はね、すごく鈍感で、あとなんかね、昨日はね、体が疲れてて、すぐ寝てしまって、すぐ深い、睡眠に入ったから、全く、気づかなかったんだよね。うん。で、どうだろうな。日本はね、地震大国だから、すごい何回も頻繁に地震が起きる。で、地震がない国に、普段住んでいる人だったらね、地震に慣れてないかもしれないんだけど、日本人はね、日常から、しょっちゅう地震が起きるから、地震にすごい慣れてしまってるんだよね。で、さっき話したみたいに、今回の大きな地震では、震度3のすごい大きい、震度3っていう、割と小さめの揺れがあったんだけど、震度3くらいの地震だったら、基本的に日本人は何も感じないと言っても過言ではないかもしれないね。うん。だから、普段ね、しょっちゅう地震が起きて揺れることはあるんだけど、地震があったんだって軽く考える程度なんだよね。うん。でもね、普段、生活してて、ちょっと怖いなって感じる時はあって、例えばね、気象庁っていう機関が、日本の中でも地震の予想っていう、地震の発生を、予測している機関なんだけど、その機関がね、地震を察知すると、僕とか、日本人が使っている携帯がね、アラートが鳴るんだね。で、その声がね、すごい大きくて、すごいびっくりすることはあるね。で、そのアラートはね、全然地震が起きなくても鳴ることはあるんだけど、鳴るに越したことはないよね、アラートは。
うん。やっぱり、地震が起きた時に、一番守らなきゃいけないのは、自分の身だから、アラートが鳴ったらね、すぐに避難できるように、しないといけないなっていう心がけはみんな持ってます。うん。で、やっぱり弱い揺れ、さっき話したみたいに、震度3とか、比較的弱い揺れだと、日本人はへっちゃらだよっていうことは話したんだけど、その震度3とかのちっちゃい揺れでも、ニュースを見たら、自分が住んでるエリア以外、自分が住んでいないエリアで、すごい大きな、地震になっていることもあるんだよね。今回がその例だよね。東京では震度3だけだったけど、青森では震度6強っていうすごい大きな地震が発生したよね。うん。で、2011年はね、東日本大震災っていう、すごい大きな、災害があって、特にひどかったのは、津波だよね。津波で、海沿いに住んでいる方々がたくさん亡くなってしまったのが、東日本大震災だったんだけど、さっき話したみたいに地震も、すごい大きかったんだよ。で、僕はね、その頃は、学校に通ってました。で、僕はその頃は、東京に住んでなくて、もっと西の地方に住んでたんだよね。で、その地震が起きた時は、なんかすごい、ゆっくり揺れてるなと思ったんだけど、日本の学校に通っている人は、避難訓練、地震に備えるための避難訓練っていうのを毎年やってるんだけど、揺れた時はね、その避難訓練通りに行動したのを今でも覚えてるね。で、地震が起きた時に、日本の、学生が、どういう行動をするのかっていうとね、まず、その学校の教室の机の下に隠れるんだよね。で、どの学校、どの国に通っている人も同じだと思う。どの国に住んでいる人も同じだと思うんだけど、教室だとさ、一人当たり、一つの机があるでしょ。だから自分の机の下に隠れるように行動するんだよね。で、なんでこうやって行動するかっていうと、自分の体を守るためなんだよね。上からね、例えば時計が降ってくるかもしれないし、ライトが降ってくるかもしれないから、そういった状況から自分の身、特に頭を守るために、机の下に自分の体を隠します。うん。で、僕が住んでたエリアではね、あまり大きな揺れっていうのが起こらなかったから、無事だったんだけど、その後、家に帰って、テレビを見て、驚愕したなっていうのを覚えてますね。やっぱり、津波の様子だよね。2011年って言ったら、もう14年も前の出来事なんだけど、やっぱりね、津波で家が流されていく状況っていうのは、衝撃的だったなっていうのを今でも覚えております。はい。で、その当時はね、僕の親戚がですね、その東北地方に住んでたんだよね。で、今回のとても大きな地震、青森県沖で起きた大きな地震も、東北地方っていうエリア、になるんだよね。東北地方っていうのは日本の中でも比較的、北のエリアだね。都道府県で言うと、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、そして山形県と福島県。この、県がね、東北地方っていうエリアに、分類されるんだけど、東日本大震災の時は、すごい大きな地震がこの東北地方で特に起きたんだよね。で、僕の親戚もね、
その東北地方に住んでいたので、長い間ね、電気が使えなかったり、ガスが使えなかったり、すごい不便な暮らしをしていて、で、その当時はね、何が一番不便だったかっていうと、水がなかったんだよね。で、その頃は東北地方以外の場所、僕が住んでいるエリアでも水が全部売り切れになってしまって大変だったんだよね。どっかお店に行ってもね、水が全部売り切れていて、水をね、入手するのがすごい困難になった。もちろん、僕が住んでたエリアでは水道水を飲むことはできたんだけど、東北地方ではね、東北地方の一部の地域では、水が、出ないっていう事態が続いたんだよね。うん。だから、そういう困っている、地域のために、僕と、その家族が、水を購入して、いつでも届けられるように、備えてたっていうのは今でも覚えてるね。で、当時は、その東北地方に住んでいる親戚の方々はね、水を利用することができないから、当時はね、確か東日本大震災が起こったのは3月11日だよね。で、僕の親戚が住んでいるエリアはね、その頃でも雪が降ってたんだよ。うん。だから、家の前にある、雪とかをかき集めてきて、湯船に入れて、溶かして、水を調達したっていう風に言ってたね。だから雪を水として活用するくらい、水不足になってしまったっていうことだね。で、僕の親戚の家はね、海に近いわけではなかったから、津波の被害っていうのはなかったんだけれども、家の塀にひびが入ったりっていう、ひびが入ったりっていう、そういう被害はあった。うん。幸いなことに、僕の親戚はね、誰も亡くならなかったんだけど、やっぱりね、すごい大きな地震でたくさんの方が亡くなられたので、日本人にとってはね、やっぱり、地震に対して気をつけなきゃいけないなとか、津波気をつけなきゃいけないなっていうことがあったね。で、日本は、歴史的にも昔から、津波の被害にはね、見舞われてる国ではあるんだけれども、東日本大震災級に大きい地震っていうのは、1000年に一度って言われたくらいなんだよね。で、1000年前ってさ、僕たち生きてないじゃん。うん。1000年前は僕たち生きてないわけなんだけれども、昔の、記録とかで、大きな地震があって津波が発生したっていう記録はあるんだよね。ただ、今生きてる人の中に、当時のすごい大きな地震、1000年前のすごい大きな地震を、体験したことがある人っていないから、身をもって津波の、悲惨さっていうのを分かってる人がいなかったんだよね。だから逃げ遅れてしまった人もいると思うし、すごいたくさんの被害が出たんだよね。うん。だから、やっぱり地震が起きたら、こんくらい大きな被害が出るんだっていうことをね、常に想定しながら、市区町村、自分が住んでいる市区町村ではね、ハザードマップとかも公開されていると思うし、それを見て、いざ災害が起きた時にはね、こうやって行動するぞっていう風に、シミュレーションを頭の中でして、あとは防犯グッズとかをね、揃えておくっていうことが大事になるかなと思います。はい。で、これからね、日本に来る方とか、あとはもうすでに日本に住んでいる方もね、この動画を、見ている人の中にはいるかもしれないんだけど、決して、怖がる必要はないと思ってます。はい。今ね、例えば地震が怖いから日本に行くのやめようかなとか、そういうふうに考えている人がいるんだとしたらね、地震は
別にそんなに心配しなくていいのではないかなって思ってます。はい。まあ、日本はね、今1億2000万人の人がこうやって暮らしてますし、僕もね、生まれてから、ずっと日本に住んでいるんだけど、やっぱりね、日本に住んでると、地震の時はこういう風に行動しようっていうのが、身についてるんだよね。うん。で、例えば、日本に来て、学校に通うとか、あとは日本に来て、会社に就職するとか、人によって日本に来てから、日本で何をするかっていうのはそれぞれ違うと思うんだけど、その会社とか学校によっては、ちゃんと1年に1回とか、決められたスパンで、避難訓練をやっているところもあるから、そういうふうにね、ちゃんと地震が来た時にどうやって動くかっていうのを、練習しておけば、日本に住むことはね、全然怖いことはないので、安心してね。はい。ということで、今回は、日本の、青森県沖で起きた地震についてお話しさせていただきました。はい。次回からもね、日本で、例えばね、災害とか起きたり、日本でどういうことが起こったんだっていうのをね、皆さんに、日本語が学べる形で引き続き、お送りできればなと思っておりますので、皆さん期待しててください。はい。さっきも話したみたいに、後発地震注意情報っていうのがね、広範囲に出てる。日本の、西側とかね、に、対象の地域じゃないところっていうのはあるんだけど、広い範囲に、後発地震注意情報っていうのが出てます。さっきも言ったけど、今後1週間は、すぐ避難できるように体制を整えてくださいとのことなので、日本に住んでるみんな、はい。僕もね、君たちと一緒で日本に住んでるんだけど、今後1週間は、気をつけましょう。大きい地震が起きる確率が、普段の10倍になってるそうですのでね、引き続き気をつけて生活していきましょう。はい。ということで、今回の僕の動画はこれで以上になります。聞いてくださりありがとうございました。また次回の僕の動画も楽しみにしていてください。それじゃあ皆さんありがとうございました。バイバーイ。